皆さんお疲れ様です。今回はこの間の続きねでやるぞみたいなこと言ったけど、今回は下ごしらえなの。だから下ごしらえなんかやってねえでとっととやれみたいな気するでしょ。ところがどっこいぎっちょんちょんなんだよ。下ごしらえちょっと待った、一番最初のご挨拶を忘れてました。先日鬼滅の刃の劇場版が2夜連続でやるっていう風になったんで、まあ流行ったものも見とかなきゃまずいかなとか思って録画しておいて、よし見るぞと思って見てみたら、あまりに私と合わずにそれでも頑張って見るぞって見続けたんだけど、10分間で音を上げた飯倉がお送りする今回のお題、はい、前回に続いてこのあれですね、ロードバイクを、近所乗りにするぞの今回は下ごしらえの回です。じゃあ行きます。喋るの下手だろ。そうなんだよ、元から下手なんだよ。だからこういじるのは得意なんだけどさ、こう喋ったりとか書いたりとか実は私はね不得意なのですよ。で不得意なことを一生懸命やってるんで、まあ適当に生ぬるい目で見てください。じゃあ行きましょう。でね、こうあるじゃない、あってさ、一見こうペッてつきそうでしょ。準備が大切、仕込みが大切っていうかな。で仕込んできちんとそこができてればパッと組んでチューニングしてポンと出来上がるんだよ。ところがどっこいさ、そこを手抜きしておいて、いけるいけるでわーってやっちゃうと途中で引っかかって、でとかなったらそこをなんか適当にごまかしちゃって、それで走り出しちゃうから後になってグダグダになったりとかするわけだから、順序が大切なんですよ。物事ってのはね、順序を決められた通りにちゃんとやるとちゃんと結果が出たりするわけよ。だから緊急事態でもない限りなんか変なごまかしはやらないことですよ。だからやるべきことをやる、そうすると結果が出る OK っていうことね。で一応これでいけるぜと読んだものがこう来たと来てさ、揃えたものをきちんと確認ですよ。どれからでもいいんだけど、例えばさ、こうあるじゃない、これ用意できてんだけど、用意できて FC5502 ってやつなんだな。だから105は55番台だった頃のやつなのよ。でこれが55番台ですからね、 BB5500 ですから、当然ピタリと合うわけですよ。ピタリと合うのは分かってるんだけど、こっちは新品だけどこっちは中古なわけじゃない。だからこの細かい溝なんかがきちんときれいかどうかが分からないわけよ。でこういうので精度でこうピタッとこう入っていくもんだから、掃除が完璧じゃないとダメです。だからこういうのなんかはこうウエスでこの細かい段になってるところなんかをこう完璧にきれいにするわけよ。完璧にしないとダメね。でこの細かい筋のところにウエスをこう突っ込むなり、あとは細い綿棒でこうやっていくとか、こう完璧にきれいにしないとダメです。それからここにフィッシングボルトが入ってってギュッて締めるんですから、ギュッと締めるところなんかに砂粒なんかあっちゃダメなんですよ。だからそこまできちんとやる、ね、だから多少こういうところが汚れてたってそこは構わないんだけど、こう金属同士がピタッとくっつくようなところは完璧にきれいにしておかないとダメです。そこを確実にやる。それからこれはブレーキレバーね。これ一見切れたけどこれも中古なんですよ。でこうばらけてる時がチャンスね。ばらけてる時にこれでこういう細かいところにこう吹いてやって、でこう掃除をする。でこういうのなんかもね、中に綿棒を通すなりなんなり、あとはブロワーがあるんだったらブロワーバーッとぶっかけてっていうふうにきちんと完璧な仕上げをします。あとこういうところ、細かいところね、こういう中とかこういう中なんかもきちんときれいにする。それとここに開きの調整のボルトがありますね。だからこういうボルトなんかも一回抜いて、必要とあらばこれ交換しちゃって、これただの磯ネジ、規格ネジですから、純正品でなくたってこれは大丈夫ですよ。だからこれを変えちゃうとか、もしくはきれいにクリーニングしてグリスを薄く塗ってやって戻すとか、何らかのこう処置をする。それからこの軸の部分ね、軸の部分にはきちんとオイルをこう刺してやる。私いつもおすすめしてるのはこのメンテール部ですけどもね、こういうのなんかを軽く拭いといてやると。
いうことです。あれなんかおかしいな。なんかおかしいなっていうのをこの単体でねある時に確認しておくと、こういう軸なんかの動きがおかしいなとか、あれこれ精度出てんのかなとか、ぶつけてねえかなとか、こういうのが単体になってると分かりやすいです。だからきちんとこういうのを確認して次に行きますね。あとステムもどうしようかと思ったんですけど、ここは個人の事情によっちゃいますよね。自分でポジションが出てて日常においてもポジションどうしようっていうのが頭の中できちんと分かってる人なんかはこういうんで試行錯誤する必要はない。言い方変えりゃそれを頭の中で考えが固まってない人はこういうので後々簡単にね調整ができるようにした方がいいっていう考えもあるんで、これは個人の事情によっちゃいますけどね。だけどここについてるデフォルトのステムよりもこっちの方がね何センチか長いのね。でなおかつこっちの方はさテカテカしてて、これ日東なんだけどテカテカしててかっこいいかなしてそういうのがあって今回はこれにしようかみたいな。あとはこっちにすると当然重量がね重いです。これは230ぐらいある。でこっちはこれよりもね長いんですけども、当然軽いですよ。160だから70グラムぐらいこれで違っちゃいますね。じゃあ今回はこれでいこうかなと思っております。それからブレーキキャリパーね、これも中古なんですけど、こういうのなんかもばらけてる間にパーツクリーナーバッとかけてこれで歯ブラシでバーッと全体掃除してやるとかね。それでブロワーで拭いて汚れ飛ばすなりなんなり、あとはブロワーがないんだったら拭き掃除でやれるだけのことはやって、あとは注油してっていうのをそうやって仕上げていきますと、あとはこの単体になってる時にチャンスなのは揺すってみる。揺すってみてね、ガタがねえかなとかで、ガタがあったら調整をする。で自分で調整ができないんだったらできる人に頼むとかね、もしくはガタがでかすぎるなと思ったらそれは諦めるとか何らかの判断をします。で常時ね考えることね、考える、それから現物を見てみる、それから触ってみる、それを繰り返していくといろいろ分かってきますよ。ね、一律一長で何かができるわけじゃない。ずっと繰り返していくとなんかねぼやーっと何かが見えてくるようになって、それを数年続けていくといろんなことが分かるようになりますから、やれることからやりましょう。あとここのねボルトっていうのは長さが何種類もあります。でこのブレーキキャリパーがそもそもこれに元からついてたってんだったらそれで間違いないでしょうけれども、別のから持ってきたっていう時にはここのボルトの長さが合わないかもしれないです。でこのボルトの長さに関しては後で解説をします。でなんでねいちいち解説うんぬんって言ったかっていうと、今回はさこのブレーキキャリパーにハブダイナモのこのライトを友付けするわけですよ。これがさここの穴のところにフロントのブレーキキャリパーのところにこうつくわけね。こうつくわけ。配線が邪魔だな。こうつくわけね。これがこうつく。こうついてフォークのところにピタッとつくんだけど、これ違うな。皆さんこれは使えないですね。何が使えるかっていうと、これフロント用だと思ってたらリア用でしたね。だからこれをリアに使うか、もしくは何らかにするかっていうのはちょっとまだ考えないといけない。これもリア用だな。両方ともリア用を持ってきちゃいましたというふうに確認しなきゃダメだろ確認しなきゃダメなんだよ。でこれで組み始めてさ、途中でって気がついて作業が止まっちゃって夕方になってみたいなことになるんだよ。でうちみたいにこうやって専用の場所があってね、作業の途中でもじゃああとは続きは明日もしくは次の週末みたいな、それでずっと取っといていいって言うんだったら構わないんだけど、なかなかね夕方になったら片さないと家族からブーブー言われたりとかさ、そういう風になったりとかすることもあるんだから一個一個確実にやっていくんだよ。